霊界通信小桜姫物語浅野三郎著51第3の修行場。私の山の修行は随分長く続きましたが、やがてまたこの修行場にも別れを告ぐべき時節が参りました。そちの修行もここで一段落ついたようじゃ。これから別の修行場へ連れて参る。ある日、使徒役のおじいさんからそう言い渡されましたが、実を言うと私の方でも近頃はそろそろ山に飽きがきて、どこぞ別のところへ移ってみたいような気分がしていたのでございました。私は二つ返事でおじいさんの言葉に従いました。引っ越しは例によって至極お手軽でございました。私が自身で持参したのは、ただ母の形見の守り刀だけで、いざ出発と決まった瞬間に、今まで住んでいた小屋も木狂いもスーッと消え失せ、その後には早くも青々とした苔が隙間なく蒸しているのでした。何があっけないと申して、こんなあっけない仕事はめったにあるものでなく、相当愉快の生活に慣れた私でさえ、いささか物足りなさを感じないわけにも参りませんでした。が、おじいさんの方では、どこに風が吹くといった面持ちで、振り向きもせず、ずんずん先へ立って歩き出されましたので、私も黙ってその後について参りますと、いつしか道が下り坂になり、くねくねしたつづら折りをあちらへ巡り、こちらへ回っているうちに、どこともなく、すさまじい水音が響いて参りました。おじいさま、あれは滝の音でございますか？そうじゃ。今度の修行場はあの滝のすぐそばにあるのじゃ。まあ、滝の修行場。どんなに結構なところでございましょう。私もどこか水のあるところで修行したいような気分になっておりました。それだから今度の滝の修行場となったのじゃ。そちも知る通り、こちらの世界の掟にはめったに無理なところはない。そう話し合っているうちに、いつしか私たちはしぶきを立てて流れる二軒ばかりの谷川のほとりに立っていました。右も左も削ったような高い崖。そこら中には見上げるような常盤木が茂っており、いかにもしっとりと気分の落ち着いた場所でした。ふと気がついてみると、下を流れる谷川の上手は10軒余りの県外になっており、ここに幅さが2、3軒ぐらいの大きな滝がごーっとばかり凄まじい音を立てて、この葉隠れに拍布をかけておりました。私はどこに一点の申し分なきあたりの正常な景色に見とれて、覚えず簡単の声を放ちましたが、しかしとりわけ私を驚かせたのは、滝壺から4、5軒ほど隔てたとある平らな崖地の上に、私が先刻まで住んでいたあの白木造りの小屋がいつの間にか移されていたことでした。まあ、こんなところに。私は呆れてそう叫びましたが、しかしおじいさんは例によって、そんなことは当たり前だといった風情で、にこりともせずこう言われるのでした。これからそちは、ここでみっしり修行をするのじゃ。わしはこれで帰る。夕が早いか、おじいさんの白衣の姿は、ぷいと煙のように消えて、私はただ一人、ぽつねんと、この寒寂な景色の中に、取り残されました。